お前はもう帰ってくるな。私の出張中にそう電話をかけてくる夫。今まで私の味方のふりをして、私から何もかもを奪う計画を立てていたのだという。ほくそ笑む夫の顔が目に浮かぶ。だけど少し前のこと、私の会社宛てに差出人不明の手紙が届いていた。そこには、夫の本性を暴く証拠の数々。そして、私の財産を奪う計画が書かれていた。私はそれをもとに、今日に備えてあらゆる準備を整えている。いいわよ、別に。私も勝手に引っ越させてもらうから。すでに引っ越し先の家も確保済み。あとは離婚するだけだ。あなたの計画は全部筒抜け。なぜなら、電話口から聞き覚えのある声が夫に話しかける。お前に持ちかけた計画は全部嘘なの。次の瞬間、夫が発狂し、私の名前は三山高根、48歳の女社長をしている。新卒の社会人として毎日仕事をこなしていた私は、ある日父から事業を譲り受ける。それが輸入家具の事業だ。父曰く趣味程度にやっていたそうなのだが、他の仕事が忙しく手が回らなくなったので、私にやってほしいと頼まれた。そんなことがきっかけで、私は若くして社長に。大学で経営を学んでいた私は、すぐに事業拡大を図り、今やそれなりの社員数を抱える企業にまで成長させた。今も私は国内外問わず飛び回っている。そんな私にも夫がいて、名前は三山翔斗。彼とは中学の時の同級生で、その時は特別仲が良かったわけじゃなかったのだが、大学で偶然再会したことにより恋に発展。結婚に至った。私が通っていた大学は中学のある地元から遠く離れた県。まさかそんなところで再会するだなんて、私はこれを運命だと信じて酔いしれた。それに彼と私は性格が正反対なのに、意外と相性はぴったりで毎日幸せだった。高根はすごいな。やっぱり俺の見込んだ通りだよ。ん？何が？仕事だよ。俺にはとてもできないな。高根はきっとお金を稼ぐ才能があるんだ。やだ、褒めても何も出ないわよ。本心だよ。社長になってからは私が忙しかったこともあって、夫と休みが被ることは少なかったけど、夫は文句一つ言わずに私を仕事へ送り出してくれていた。だけどすぐに新婚生活に暗雲が立ち込める。大学を卒業してからは二人で地元に帰ったのだが、義両親の干渉がひどいのだ。アポなし訪問は当たり前。ドアを開けなさいと家の前で騒ぐ。私へのネチネチ攻撃は日常茶飯事といったところ。ちょっと高根さん、また出張に行ってたの？あなたね、嫁の本分を何だと思っているの？お前のような女は息子の嫁にふさわしくない。今すぐ出て行け。出て行けって、ここ私の家なんですが。まあ、口答えするだなんて、一体どんな育てられ方をしたら、義理のお父様お母様にそんな態度が取れるのかしら。会うたびに離婚離婚と騒ぎ、いちいち干渉してくる義両親に私はほとほと疲れていた。これ以上義両親の近くにいたくない。その一心で私は夫に引っ越しを相談。まさか俺がいない間にもそんなことが。ごめん、気づかなくて。いいのよ。私も困らせたくなくて言わなかったし。いや、きちんと俺から話をつけるよ。だから一緒に引っ越そう。
温厚な夫が珍しく怒っているような素振りを見せ、その後電話できっちり言ってくれた。引っ越しも無事完了し、義両親のいない家でようやくのんびり休日を楽しむことができるように。そして引っ越しをあっさり OK してくれた夫に私は惚れ直し、より一層信頼関係も深まったように感じた。休日には一緒に料理をし、慣れていない私が焦がしてしまったりしても、夫は笑って慰めてくれた。高根は忙しいからな。料理なんて最低限覚えとけばいいんだよ。俺が教えるからさ。本当？それならあなたのシチューを覚えたいな。微笑み合う私たち。私が真に望んでいた結婚生活はこれだと幸せを感じていた。だけどある日の買い物帰り、どこで聞きつけたのか、それともわざわざ探ったのか、義両親が家のドアの前に立っていた。お母さん？どうしてここに？どうしてここにじゃないわよ。勝手に引っ越して。どうせあなたがあの子をそそのかしたんでしょ。義母はそれから小1時間は私に説教をし、その日は満足したのか帰っていった。だけど翌日から再び義両親が代わる代わるうちを訪れるように。たった数ヶ月間の夢のような結婚生活はあっという間に悪夢へと変わった。孫はまだなの？あなたの畑が悪いんじゃないでしょうね。きちんと検査は受けたの？何これ。こんなの料理とは呼べないわよ。こんなものをあの子に食べさせてるの？病気になっちゃうわ。何度言ったらわかるのかしら。掃除が行き届いてない。改善しないようであれば私たちが同居して叩き直してやりますからね。突然現れては文句を言って帰る。時には家に居座る時もある。度重なる理不尽に私は頭が痛くなってしまう。家にいることそのものが嫌になることもあるくらいに私は追い詰められていった。だけど私や夫の仕事の兼ね合いもあり、今は引っ越しできない。そんな状況が続き、義両親の攻撃に耐え続けて10年が経過した。不幸中の幸いか、夫は10年の間何も変わらず私のことをいつでも心配してくれている。高根は仕事に集中して大丈夫。家のことは俺に任せてくれればいいからさ。でもお母さんたちが。俺はあの人たちの息子だから俺が相手するよ。家は俺が守る。ありがとう。あなたがそう言ってくれるから私頑張れるわ。そうして私は安心して家を夫に任せ、毎日の仕事に海外出張にと邁進していた。仕事をしている間は義両親のことを考えずに済むから本当に助かっている。だけどある日出張から帰った時、家に異変を感じた。その日夫は仕事に行っていたから日中私しかいなかったのだが、自室にいると何かが足りない気がする。よく見てみると、なんと私が大事にしていた高級時計がなくなっていた。あれは少しずつお金を貯めて初めて購入したブランド時計なのに。私は嫌な予感を覚え、他にもなくなっているものがないか探してみる。するとクローゼットの中に保管していたブランドバッグやアクセサリーがいくつか消えていることに気づく。まさか空き巣？私は帰ってきた夫に空き巣かもしれないから警察に通報した方がいいだろうかと相談。しかし夫から返ってきた答えは意外なものだった。高根の出張中は俺ほとんど休みだったけど、怪しい人なんて来なかったよ。でもこんなに一気になくなるわけないじゃない。高根ってばもう年だな。は？
だって物忘れだろ。どこにしまったか忘れただけだよ。いつかひょっこり出てくるって。そんなもんなのかな。いつもの夫ならこんなこと言わず、もっと親身になってくれるのに。私は夫に妙な違和感を覚えながらも、それが何か分からずにいた。そしてモヤモヤを抱えたまま、私は会社へと出社した。社長、お手紙が来てたんですが。どうしたの？それが、差出人が書いてないんです。怪しいわね。でももしかしたら、取引先が書き忘れたのかもしれないわ。とりあえず預かっておくわね。私は手紙を受け取り、外から触ってみる。普通の紙と、あと小さいカードのような硬いものが入っている。恐る恐るペーパーナイフで封を切ると、その中身は、なんと、思いもよらない人物からの、夫についての密告書だった。私はわなわなと手を震わせながら、すべてを知った。それから数ヶ月後のこと、私の海外出張中に、夫から電話がかかってくる。ああ、高根。実はさ、今うちの両親が家に来てるんだ。これから一緒に住もうと思って、荷物も搬入中。は？何それ？どういうこと？まさか、お父さんとお母さんと同居ってこと？そんな酷なこと言わないよ。でも嫌だろうから、お前はもう帰ってこなくていいぞ。っていうか、帰ってくるな。私の知っている夫とはかけ離れた粗暴な口調。そしてあえて私の嫌がることをしていると自覚しているような楽しげな声色。すべてが非現実的だった。どういうつもりなの？義両親のことで私が苦労しているのは知ってるでしょ？それなのに。お、それ聞いちゃう？今までは高根と一緒にいる方が旨味が強いと思ってたんだけど、両親からいい計画を教えてもらってさ。3人で私を追い出す計画を立ててたってわけ。まさか、あなたが義両親に組みするなんて。私はそう言いながらも、電話口で大笑いしそうになるのをこらえていた。何しろ、すべてが情報通りだったからだ。話は少し前に遡る。例の差出人不明の封筒の中身を確認したあの日、中に入っていたのは、夫の本性と計画、そして今まで重ねてきた罪についての証拠の数々だった。硬いカードのようなものの正体は、親指サイズの SD カード。中を確認すると、いくつかの写真や動画が入っていたけど、一番目を引いたのはとある録音。ああ、この金。そりゃあ、高値の私物を売っ払って手に入れたんだよ。なんと、私が空き巣かと疑っていたブランド品紛失事件の犯人は夫だった。そしてそこで初めて、ゲラゲラと下品に私をあざけ笑う夫の声を聞いた。なんで結婚したのかって？あいつは金稼ぎの才能があると思ったからだよ。中学でも大学でも頭が良かったし、親父さんも事業やってて金あるしな。こいつと一緒にいたら一生金には困らねえだろうなと思って結婚したに決まってんだろ。逆玉だよ。夫がここまでクズだったと知らなかった私は、しばらく寝込んでしまうほどショックを受けた。だけど、現実から目を背けてはいけない。同封されていた手紙には、夫にとある計画を持ちかけ、はめるつもりだと記されていた。それもこれも、私をこのクズ夫から離すためだけに。私は封筒の中身を一式確認する中で、手紙の差出人の見当はついていった。正直、信じられない気持ちでいっぱいだったが、藁にもすがる気持ちで手紙の主に連絡を取り、直接話をした。
そこで初めて知ったんだ。これほどまでに私のことを心配してくれる存在がいたんだって。しかもこんなに近くに。私はその日を境に手紙の主と共謀して夫へ復讐をすることを決意した。さて、話は戻り、聞いていた通り私を追い出す偽の計画を信じ込んだ夫が電話口でケラケラと笑っている。そこへ私は軽快に言ってやったんだ。じゃあ私も勝手に引っ越すね。海外の豪邸に。は？私が突然冷静になり、こんなことを言い出したものだから、夫の方が動揺している。なんで驚かないんだよ。なんでそんなにあっさり引っ越すって。帰ってこないでほしいんでしょ？その通りにしてあげるって言ってるのよ。まあそうだな。まあいいや。まさか帰ってこないだけで俺が満足するとは思ってないよな。というと？お前とは離婚だ。どうだ、驚いてか？驚かないけど。なんでだよ。だって帰ってくるなって言ってるのに婚姻を継続し続けるのもおかしいじゃない。そりゃそうかもしれないけど、さてはお前、俺たちの計画を知ってたな。夫は思ったリアクションを得られないからかイライラしてきている。だがすぐに何かに気づいたようにゲスっぽく笑い始める。そうだ、お前財産分与って知ってるか？さっき豪邸に引っ越すって言ってたよな。あ、残念でした。俺この耳で聞いたから。その豪邸も財産分与してもらうからな。それとお前の溜め込んだ貯金もな。勝利宣言のように高笑いする夫。私は豪邸なんて口にするんじゃなかったと後悔した。そういえば手紙によれば、この財産分与をちらつかせ、財産分与したら一生困らないくらいの金額が手に入るかもとそそのかすことで夫に離婚させるという計画だったのに、うっかりしていたと考えたところで思い出した。あの手紙を受け取り、準備を始めてから早数ヶ月経っていたからすっかり忘れていたが、あの豪邸は税金対策のためにも社宅扱いにしているんだった。つまり私の財産じゃなくて会社のもの。私がそれを伝えると夫は烈火のごとく激怒した。じゃあ貯金はあるだろ。あんだけブランド品買ってたんだからさ。それは普通にないわよ。は？厳密に言えば多少はあるんだけど、実は私はさほど給料をもらっていない。ちょっとした高級取りくらいの金額なんだ。別に贅沢はしないし、そんなに多くはいらないと判断していった。ブランド品は毎月コツコツと貯めて、気に入ったのがあったから買っていただけ。衝動買いのようにポンポン買っていたわけじゃない。その事実を告げられ絶句する夫。そんな電話口で聞き覚えのある声が夫に声をかけた。まあもう諦めるんだな。話が違うじゃないか。お前らのせいだぞ。そうね。だってお前の味方をするふりをしてはめたのは私たちだもの。はあ？一体どういうことだよ。実は手紙の主は義両親だった。かなり情けなく恥ずかしい話なのだが、かつて結婚の挨拶をしに行った時、私は二人に結婚を止められていた。だけど当時すっかり愛に溺れてしまっていた私は義両親の忠告を聞き入れなかったんだ。過去に何があったとしても私は受け入れると豪語し結婚した。若気の至りで
本当に恥ずかしい話なんだけど。義両親はそんな純粋だった私を息子の魔の手から救うために手段を変えて嫌な義両親として彼と離婚したくなるように仕向けてくれていった。義両親曰く産んだ責任は果たすとのこと。あんたに味方はもういないの。これ以上他人様に迷惑をかけないように私たちが責任を持って強制するから覚悟するのね。ふざけんなふざけんなふざけんな、お前らなんかが俺をはめるなんて。夫は電話の向こうで発狂し始める。暴れているのか大きな物音までし始めた。俺はただ金が欲しかっただけなのに邪魔しやがって、くそ。私にも義両親にも罵詈雑言を吐く夫だったが、ついにはスマホまで投げつけたのか通話は途中で切れた。その後、私と夫は財産分与ほとんどなしの離婚が成立した。ちなみに勝手に夫が売り払った私の私物を弁償させることに。その額なんと500万円もくだらない。お金を手に入れようとするあまり多額の借金を背負うことになるとはね。あれから義両親は助けるまでに随分かかってしまってすまなかったと私に頭を下げてくれた。だけどこれは圧倒的に私が悪い。私も深々と頭を下げ、あの時話をきちんと聞かなくてごめんなさい。助けてくださってありがとうございましたと伝えた。今後は義両親がしっかり夫を監視してくれるらしい。聞いた話によると、なんと知り合いに遠洋漁業の船長がいるらしく、すぐに海の上に送られたのだという。これなら早めにあなたにお金を返せるし、船長に歯向かおうものなら海へドボンよ。どこか疲れているような、でも晴れやかな表情で冗談を言う義母。確かに海の上ならどこにも逃げ場はない。私は安心して日本を後にした。離婚してすぐ、私は海外の豪邸を拠点に仕事を始めた。今度は日本からこちらに輸入して販売するのもいいかもしれないと思っている。そうだ、夫が寮から帰ってくる前に義両親を一度こちらに招待してお礼をしようかな。私は新しい計画にワクワクする。これからは恋に溺れず、趣味でも作って楽しく生きていこう。